こんにちは、京子です。今日はこちらのとっても可愛い3色グラデーションの作り方を紹介します。グラデーションは結構難しいのですが、今回は適当に作っても綺麗に見えるデザインなので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速始めていきます。ベースジェルを塗って硬化が終わったら、この上にシアーホワイトを塗ります。色はこんな感じです。今回は根元まで塗らずに、根元は少し開けて塗っておきます。塗り終わったら硬化します。もう一度同じ色を塗ります。ここのクリアと白の境目のところのぼかし方は結構適当で大丈夫です。この上にアートをしていくので、あまり気にせずに適当にぼかしてください。で、塗り終わったので硬化します。白を塗り終わったら、この上にラブリーカラージェルの LD006 を塗っていきます。こちらはシアーなコーラルピンクです。006番を爪の真ん中あたりにのせます。根元の方は少しぼかして、真ん中から先の方もきっちり線にならないように広げておきます。この上に今度はプリティカラージェルの102番ジェリーパープルを使います。今コーラルピンクを真ん中だけ塗ったので、今度はパープルを先端に塗ります。コーラルピンクとパープルの境目は結構ざっくりとで大丈夫なので、なじませておきます。これで一旦硬化させます。もう一度コーラルとパープルを塗ります。このピンクとパープルを一度に塗って真ん中をなじませるのが難しい人は、この時点で一回硬化しても大丈夫です。硬化する回数が多くなるのでちょっと時間はかかりますが、綺麗にぼかしたい人とか、このなじませるのが難しい人は分けて塗ってください。ただ今回はこの上にフィルムを貼っていくので、そんなにぼかし加減は気にしなくても大丈夫です。ここの白とピンクのところとピンクとパープルのところの境目がまっすぐにこうピッていう線になってなければ、このままで大丈夫です。結構ざっくり混ぜといて大丈夫です。で塗り終わったら硬化します。
これでグラデーションが2回塗り終わったところです。この時の色を見てちょっと薄いなと思ったらもう一回塗ってもいいし、このまま次に進んでも大丈夫です。今回はこのまま次に進みます。次にこの上にフィルムを貼ります。フィルムって言っていいのかな、こういう透明でキラキラしているこのフィルムを貼ります。これはね、どこのメーカーのでも別に構わないです。こういうわかるかな、ちょっと乱切りみたいな模様が入っている、特に何模様っていうしっかりした模様ではないんですけど、こんな感じで見えるかな。いろんなところで売ってるのでお好きなのを買ってください。私すごい安いのがあると思って買ったらこんなに大量に来てしまって一生分ありそうなので、これたくさん使った後をしたいと思って今回これを考えました。なので今日これを使います。この上に今のフィルムを貼るんですが、今日使ったジェルはこのまま貼っても結構しっかりつくので、フィルム用のクリアジェルはいらないです。ただ違うカラーを使ったりとかしてつかない場合はここで一回、フィルムを貼り付ける用のジェルを塗ってから貼ってください。今使ったジェルだとこれでしっかり結構貼れるので、とても楽です。これ転写がちゃんとされてるかどうかすごく分かりづらいんですけど、こっちを見たら分かるかな、ここだと見えないかな。これ透明のフィルムなのですごい分かりづらいんですけど、真ん中ね、転写されてるところはキラキラがなくなってるんですよ。この辺私の手のシワが映ってるので分かりづらいかもしれないですけど、自分でフィルムを貼るときはこの貼り終わったフィルムをこうやって透かしてみると真ん中のキラキラがなくなってるので、あ、映ってるなっていうのはすごくよくわかると思います。たまにね、綺麗にしっかりクリアになってなくてもある程度ここからキラキラが取れてればしっかり転写されているので、気になるようだったら残りをこうペタペタっと貼ってください。ただもうほとんどフィルムついてるのであんまりつかないです。ここまで終わったら次の作業に進みます。次はこの上にマットのトップジェルを塗っていきます。以前に別の動画でおすすめのマットトップジェルっていうこの上に、ミラーパウダーをこすっていくのでパウダーがこうチップの表面にべったりつかないおすすめのマットジェルっていうのを紹介した動画があったんですけど、そのマットトップでももちろんいいし、その後に買ったこのグレースジェルさんのマットトップも全然ミラーパウダーつかないのでこれもおすすめです。なので今日はこっちを使います。マットトップの効果が終わりました。このマットトップはノンワイプなのでこの上にネイルタウンさんのアイシングジェルクリアを使います。でこのジェルは必ずパレットに出して使います。蓋を開けたままここから取ってデザインしていくと気づくと結構固まってるジェルができちゃうので使う分だけパレットに出して使います。今のアイシングジェルを
細筆に取ります。でちょっとたっぷりめに取ってもらって、さっきの白をクリアと適当にぼかしたところ、ここにのせていきます。でこの時もあんまり綺麗にまっすぐ線引くんじゃなくて、結構、手が震えちゃってもいいので20、30くらいにしてランダムに線を引いていきます。あんまりがっつり太い線は引きたくないんですが、かすれるほど細いとこの後のミラーパウダーがくっつかないので、あんまりかすれないように気をつけながらのせていきます。今ちょっと透明で見えないんですけど、これで一旦硬化します。硬化が終わったら今のクリアの上にこちらのゴールドのミラーパウダーをこすっていきます。このデザインは実は私先月モンスターハンターってモンハンって言われてる、初めて触った始めたんですけど、そこに出てくるモンスターからちょっとこの色かわいいなと思ってデザインをもらいました。言われなかったらそれだって分かんないんですけど、やったことある人は多分あれかなってもしかしたら分かってくれるんじゃないかなと思います。で今パウダーをこすり終わったんですけど、このグレースジェルさんのマットトップも全然つかないんですよ、周りに。まだ何も粉払ってないんですけど、全くと言っていいほどついてないのでとっても楽です。一応こうパッて払っておきますけど、ほとんど余分な粉は周りにつかないので、こちらもすごいおすすめのマットトップです。あとはトップジェルで仕上げていきます。いつもはこちらのキャンデルノンヒートを使うんですが、今回はこちらのグレースジェルさんのワイプレストアップを使っていきます。このジェルもねすっごいサラッサラなので、ここ厚みがもうちょっと欲しいなっていう人はこの前に一回クリアジェルを塗った方がいいです。このサラサラのトップジェルで厚み持たせたりフォルム作ったりするのは無理なので、もう少し厚みが欲しいとか強度が欲しいっていう人は一回クリアジェル塗ってからこのトップジェルを塗るようにしてください。で塗り終わったので硬化します。グラデーションにしない爪はさっきのミルキーホワイトをまず2度塗りします。2度塗りして硬化が終わったら、さっきのコーラルピンクを好きなところに少し叩きつけるようにほんのり薄く塗ります。ちょっと見づらいんですが、ものすごく薄くなのでちょっと見えないですけど、この辺に塗ります。そしたらこういうオーロラフレーク、いろんなメーカーさんから出てると思います。お
お好きなのでいいので、これを今のコーラルピンクの上にのせちゃいます。でフレークが立ってないかどうか横から確認してから硬化します。硬化が終わったらこの上にクリアジェルを一度塗って表面をつるっとさせてからトップジェルで仕上げます。今回はチップなのでクリアジェルは省略しています。塗り終わったら硬化します。5本セットで作ってみました。さっきグラデーションを結構適当に作って大丈夫って言ったのは、この上に乱反射するフィルムを貼ってあるので、結構適当にグラデーションにしても光で飛んで見えなくなってしまうので、適当で大丈夫です。でここの白とクリアの境目のところはこのミラーデザインで隠してしまいます。これだと難しいグラデーションも簡単に楽しめるのでぜひやってみてください。そして今回グラデーションをしていない爪の方はワンカラーで仕上げてもよかったのですが、ちょっと寂しくなってしまうので上にオーロラフレークをのせました。ちょっとのせるだけでとっても華やかになるのでこちらも試してみてください。この動画への高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。